1971年1月、群馬県高崎市上大類町に国際警備株式会社群馬警備本部を開業。東京都内で仲間と起業した国際警備株式会社の群馬県内での独立組織として巡回警備業務、常駐警備業務を開始。ここから国際警備の歴史が幕を開けた。警備会社を創業した理由を山崎会長に聞いた。今までなかった仕事、今までね、日本であんまり聞いたこともないような仕事だったっていうこと、警備の場合には特にね、生命の安全に関わるような分野での仕事、それからいろんなタイプのお客様が警備を考えてもらえるっていうこと、これも頭の片隅にはあったよね。そうすると市場とすれば結構大きい市場になるんじゃないか。数名の社員でスタートした国際警備。社員は家族同然だった。上が住まいで下が事務所にして、そこでスタートしたんだよね。ご飯やなんかもみんな大変だからね、自分のところで作ったやつを食べさせるとか、ああいうようなこともやってたよね。飲んだり騒いだりしたこともあるしね。まだ社会に知られていない警備業、苦労も多かった。営業でさ、お客さんのところを売り込みに行って、それこそ人の軒先を借りて仕事をするなんていうことを考えるのかいっていうことを言われたよね。軒先を借りるときは警備室をさ、タダで借りてお金をもらってそれで、やろうっていうわけだからね。そういう人も結構いましたですよ、当時はね。1977年、法人設立に伴い社屋を移転。開業から6年で自社ビルを建設。落成式には社員だけでなく、当時の市長、市議会議員をはじめ多くの方々が訪れた。警備員数は30名を超す規模になり、顧客件数50物件と増加。日々の警備業務が着実にお客様から認められ、事業を拡大していった。1983年、警備業法施行により届出制から認定制度に変わるタイミングで機械警備業務の提供を開始。急速に売り上げを伸ばした。1996年、社屋を現住所の地に6階建てにて新築。新社屋の管制センターでは機械警備用受信装置も一新。官公庁、民間企業の常駐警備を次々と開拓。業務を拡大していった。順風満帆に見えた1996年11月11日、契約先である高崎市内の中学校体育館が火災により全焼。その責任を問われ、会社存続の危機に直面した。けしからんということで出るわけだよ、新聞にはさ。そういうことの中で結局どうやって気持ちを変えたかっていうとね、その時やっぱり何百箇所ってお客さんがすでにあったわけだから、そのお客さんがね、たった一件だけだよ、お前のところはこんな事故を起こした、契約をすぐ解除しろって言うんでね、解除したの。あとの契約先は全部頑張れ、早く言えば頑張れっていう、そういう暗黙の気持ちを持って接してくれたわけ。いい会社になってね、会社が立派になったなって言われる、そういう会社づくりをするっていうことが恩返しだなというふうに考えたよね。だからこれからもう前に回して一生懸命やるんだっていう、そういう気持ちに切り替えることができたっていうことだよね。これはね、
嬉しかったよな。1998年、一般貨物自動車運送事業許可取得、現金輸送業務および店舗間メール便運搬業務を開始、貴重品運搬車両5台を導入。1999年、当時社会問題になった独居高齢者の増加に伴い、緊急時の駆けつけサービスを開始。2001年、県内スキー場への労働者の派遣を開始。1シーズン累計3000人以上を派遣。この後、スキー場への派遣業務は9シーズン続いた。2005年、ISO14001、2006年、ISO27001 をそれぞれ認証取得。これにより、環境問題に対する取り組みや情報セキュリティに対する社会的責任を意識した企業経営を明確にした。2007年、高度管理医療機器等販売業貸与業許可取得。日本光電社製 AED の販売・取り扱いを開始した。2008年、事業拡大に伴い社屋増設、機械警備にインターネット通信を利用したシステムを導入するなど、警備の IT 化を促進。2012年、代表取締役交代。入社時より一丸となって社内改革を進めてきた山崎健専務取締役が代表取締役に就任。創業者の山崎松江は代表取締役会長となり、社長をフォローしつつ自身も当社のトップ営業マンとして活躍することとなった。2012年の12月に社長に就任したわけなんですが、先代のいいものを引き継ぎながら、そして新しいものを生み出していくと。山崎社長は時代のニーズを捉え、幅広く事業を展開させた。2013年、国内で相次いで発生していたプールでの死亡事故を受け、群馬県でも警備業務としてプール監視業務が開始された。1シーズン累計1300人の警備員が業務に就いた。この後、現在に至るまで毎年夏、プール監視業務を受託することとなった。2015年、グループ会社として小規模多機能ホームヒネモスを設立。地域密着かつ利用しやすい料金設定により、きめ細かい介護が可能な小規模多機能型委託介護サービスの提供を開始した。2018年、ロードレースライダーの青木信厚氏のスポンサードを開始。全日本および世界グランプリで活躍する青木氏の活動をサポート。社内研修で安全運転に関する講演も依頼。2019年、山崎松江群馬県警備業協会の第7代会長に就任。警察出身や東京資本企業ではない地元に密着した民間警備会社からの会長就任は初めてだった。2020年、社屋外壁改修工事および社名看板リニューアル工事完了。そして2021年、国際警備株式会社は創業50周年を迎えた。誰かの役に立ちたい、人のために尽くしたい、その思いを胸に変化する時代の中で社会と人々の安心安全に応え続けた50年。今後警備では DX 化が進み AI 機器が浸透することと思います。弊社も最新システムを調査し時代に遅れないよう注意していますが、安心を機械任せにはせず、お客様に満足していただけるサービスを提供、最終的には
警備員の対応が左右することと思います。機械が成長することと同時に警備員の質、人間力の成長は必要不可欠と考え、警備員の教育に今後も力を入れてまいります。当社は地域密着した警備会社として機械警備、常駐警備を主軸に行っております。史実、誠実、信頼の経営理念をモットーに地元のお客様の期待にお応えできるよう質の高い警備サービスの提供に努めてまいります。近年、安全性やセキュリティに対する意識の高まりによって警備員の需要は増えています。しかしその反面、人手が集まらず採用には大変苦慮しております。そこで警備の仕事を魅力的かつ働きがいのある仕事としてアピールすることに力を入れており、いかにネガティブなイメージを払拭できるか、具体的な業務のイメージや自社のアピールをすることが鍵を握ると考えています。24時間365日警備サービスを提供しているわけなんですけれども、何か他にもっとお客様にサービスを提供できないか。私、学生時代に大学院で危機管理の研究をしてきました。そういった知識と経験をですね、やはり元にして社員教育だとか、あとはより良い警備サービスのですね提供できればいいかなと思ってます。社会がどんな社会に変わっても警備っていう仕事は残るんじゃないかというふうに私は考えてるわけだよね。そういう中で残れる会社ね、残れるその会社としての力を持った群馬なら群馬の高崎でね、ちょっとこう光る感じの会社になっていく必要性があるんじゃないか。